どうも、翔太です。今日は5月20日に来ました。アップデート後の、選手のティア表を作ってきましたんで、そちら解説していこうと思います。いやー、お待たせしました。本当に。今回投手編なんですけども、野手編も出していくのでよろしくお願いします。前置きはここまでにして、早速本編行きましょう。で、今回、投手のコストゼロの選手だけ先にランク分けしました。それがこちらですね。はい。S が使える。A が、使っても使わなくてもいい。B が、使わないだろうっていう選手で、はい。S 一人だけですね。縦西ですね。野手能力、見ていただけると、弾道1、ミート35、パワー32ということで、明神、雲海相手にポテンヒットが狙えるので、こういう弾道1の選手のね、かなり貴重になってきましたんで、S としております。投手としても使いことはないという感じですね。はい。はい、今回ティア表はこのような感じで作ってます。S がコスパ最強、A がコスパ良し、B がコストに見合った能力の選手、C がコスパ微妙だが、使えんことはない。D はもうその他全員ですね。使わない方が基本はいいかなという選手です。またですね、このコスト表は左から高いコストの選手が並ぶような順番で置いています。早速 C ランクの選手から見ていきましょう。左上からクレバ、ヤミノ、レイブ、部長、アメザキ、クラマ、アレックス、アマギ、イカリ、大西ハリソン、上高、スザク、須藤、田中山、阿久津、嵐丸、立川となってます。はい、ここからはコスト C の選手数名ピックアップして、紹介していきたいと思います。まずはクレバですね。大きなスローカーブが特徴なんですけども、コスト4から5に、1コストが上がっています。で、コスト0の投手がかなり消えて、さらに、使える投手もね、少ないので、このスタミナ D というのはなかなかしんどいんじゃないかなと。コスト5、4とか払う選手であれば、もうちょっと、長い回を投げれる選手がいいかなと個人的に思うので、C にしました。はい、次はヤミノですね。ヤミノはコストが5から4に下がっています。投手としては、ジャガン球というオリジナル変化球を持っているんですけども、そこまで強くないです。はい。ただ、ヤミノには、このパワー85、パワーヒッター、プルヒッター、強心特の2つついた野手能力があります。なので、代打で出したりとか、好調絶好調であれば、かなり強いバッターになるので、入れても悪くないかなと思います。続いて、B ランクの紹介いきましょう。B ランク、左上から、アフロイカリ、青葉、鈴風、野球マスク、オクタビア、グラビトン・アライ、大西ハリソン・アンドロメダ、山口、オネ、シモン、ゴー、ナルミ、カイとなっております。はい、ここからは B ランクも数名ピックアップして、紹介していきたいと思います。まず紹介するのがこちらのアフロイカリですね。コストが9から11になんと2もアップしております。投手としてはオリジナルストレート、ソニックライジングとカーブ7が特徴ですね。ただこのオリジナルストレートがちょっと球が軽いので、あまり強くないかなっていうのは個人的な印象です。ちょっと球が浮き上がるので、そこをうまく使えば強くはなるんですが、あとはカーブ7ですね。こちらは右打者のインローに投げると、なかなかホームランが打てない、ゴロ量産するので、このカーブ7は素直に強いです。次に野手能力です。アフロイカリは何といってもこのパワーヒッター広角打法、この2枚が強いのとパワー S92 あるので、誰からでも、どのコースでもホームランが狙えるバッターです。ただし、コスト11もあるので、この打者能力と、投手としてはちょっと微妙かなっていうところを考えると、11は妥当かちょっと高いかなぐらいに思ったので、B にしています。続いて紹介するのは野球マスクです。野球マスクはコスト8のままで特に変わってないんですが、投手能力、こちらスタミナ100とスライダー6、あと使いやすいフォークがあるので、投手としても雑に使いやすいかなという能力をしてますし、なんといっても野球マスクはキャッチャー B があるので、キャッチャーとしてスタメンで出ることができます。さらに打者能力も申し分ないので、コスト8はかかりますが、全然入れてもいいのかなと思います。次に紹介するのはオネです。オネはコスト2から3に今回上がりましたね。伸び A、重い球投手とまっすぐがかなり強いのと、あとは緩急もあるので、このカーブ5と混ぜて使うと、
もうまっすぐはコスト3とは思えないぐらい速いです。ただ、コスト2だったらもっと良かったなっていう感じですね。1上がってしまったので、以前ほどコスパは良くないのかなとは思いますが、でも、オネ好きな人とか、特に内ピが出る人は、B の中でもオネは使っていっていいと思います。B ランク最後のピックアップは、カイです。投資能力はこんな感じで、フォーク4があるので、ギリギリ使えないこともないかなという感じです。で、野手能力はこんな感じ。そこまでですね。ただし、カイはどこでもそこそこ守ることができます。特にコスト改定でコストゼロの選手がかなり少なくなったので、カイのようなバックアッパーはとてもチームにおいては大事な存在になってくるんじゃないかなと思います。ただしね、別に守備が上手いわけではないので、コスト1は妥当かなというふうに思います。さあ、ここからはいよいよランク A、僕が思うコスパのいい選手を紹介していきたいと思います。左から、道江、熱森、マイルマン、アーサー、アラン、大豪傑、レーブ、カイ、レッド、アイキ、ゼンザイという風な並びになっております。また、ここからは全員紹介していきますので、お楽しみに。まず一人目、道江ですね。道江は何といってもこのカットボール7が強くてですね、右バッター、アウトロー、またはインロー、左バッターであればインローに投げると、際どいところに投げ続ければ、ほぼ打てない球を投げてくれます。そして打者能力も優秀で、チャンス B、アベキパワー非広角ロボヒッター、もう悪い特殊能力がないのと、それからパワーも S90、ミートも B75 と、かなり打者能力も高く、さらに両打ちなので、もう誰に対しても対応できますね。はい。隙がないです。では、ここまで褒めて S ランクではない理由なんですけども、打者能力については言うことないですね。ただ、投手能力でカットボール7を主軸に使うので、スタミナ95あるとはいえ、まっすぐよりも変化球の方がスタミナの消費は激しいので、1試合終わる頃にはスタミナがかなり減ってしまいます。またですね、クイックになると、ちょっとカットボール端っこに決めるのが難しくなってはくるので、特にタイブレークありのルールだと、投げ切るのがちょっときつくなってくるかなと思います。なので今回は道江を A としました。でも道江得意な人はどんどん使っていってください。はい、次は熱森の紹介です。熱森も道江のカットボールと同じく強力な変化球、こちらオリジナルですね。胸圧シュートを投げることができます。端っこに投げ続ければこちらもなかなか打たれづらいのと、道江のカットボールと違うのはストライクゾーンでも勝負することができる変化球ですね。また、野手能力もパワーヒッターと逆境があるので、特に逆境が発動する場面では、打者としても優秀になってきます。では、S ランクに惜しくも届かなかった理由ですが、こちらも変化球主体のピッチャーなので、スタミナ S、あと投手もあるので、ある程度は持つんですけども、やはりオリスト勢と比べると、スタミナの減りは早いのかなと思います。今回のコストの改定で、コストゼロの投手、かなり少なくなったので、投手はなるべくスタミナを、温存させたいというところがあり、またスタミナが切れると変化球が全く曲がらなくなるので、今回は A にしています。続いてはマイルマンの紹介です。マイルマンはコスト15から14にコストが1下がっています。マイルマンのオリジナルストレートメテオマグナムはとても球質が重く、なかなかホームランにすることが難しいです。さらに中継ぎ、抑えで出すと威圧感が発動し、相手のミートパワーがかなり下がるので、とても強力なピッチャーや最強のピッチャーになります。さて、ではマイルマンを A にした理由ですが、まず威圧感が中継ぎ抑えてないと発動しないので、他にエースをもう1枚用意しておくか、もしくは先発オープナーにしてワンアウトから投げさせたりしないと、発動は難しいです。発動しなくても強いのは強いんですけども、他のピッチャーでもね、雲海とか騎馬がコスト13でいるので、先発頭からって見たときにコスト14がめちゃめちゃいいかって言われると、普通にいいかなぐらいの感覚かなと思います。ただし、先ほど言った通り、エースがもう1枚いれば、そちらのエースがしんどくなってきたなっていう時に、中継ぎ抑えでマイルマンを出して、もう最強ピッチャーを使うことができるので、チーム編成にもよりますが、A の中でもかなりおすすめのピッチャーとなっています。
言い忘れてましたが、野手能力は、はい。さて、次に紹介するのはアーサーです。アーサーのオリジナル変化球エクスカリバーは、縦に鋭く落ちる変化球で、慣れていないと初見ではなかなか打つことが難しいです。金特殊能力、驚異の切れ味。こちらは切れ丸の上位互換ですので、エクスカリバーがより鋭く落ちるようになっています。また、金特殊能力、街道。これは伸び A の上位互換のスキルですので、まっすぐ155キロですが、これからプラス10キロぐらいは速く感じます。さらに、野手能力も優秀で、その能力、パワーヒッター BB だけだとちょっときついんですけども、逆境が発動するとミートとパワープラス15上がるので、ムード丸も含めれば95まで上がります。かなり強いバッターになりますね。さて、アーサー、今回コスト14から12まで下がっていますので、コスト面もかなりお得になっています。で、S にならなかった理由なんですけども、エクスカリバー自体が他のエース級と比べると少し攻略しやすい球になってるんですね。低めから合わせればボールは飛んでいくので、そのタイミングとカーソルの合わせ方をつかめば、めちゃめちゃ難しい球ではないのかなとは思います。ですがやはりコスト12というのはコスパがいいかなとは思うので、他にエース級を1枚入れてダブルエース対戦にするとかなり使いやすくなるかなとは思います。次に紹介するのはアランです。こちらも13から11とコストが2下がっています。そしてアランの持ち球、フォトンブレイザーはちょっと浮き上がる球ですので、低めからボールストライク投げるのも強力。高めからストライクボール投げるのも強いです。さらに伸び A もあるので、体感球速かなり速く感じます。170キロ近くですかね。また、パワーカーブ5。こちらも強力な球で、コツをつかまないとなかなか打つことができません。さらに、対強打者発動すると変化量が1上がり、奪三振まで発動すればパワーカーブ7になります。7のパワーカーブは相当厄介です。また、野手能力もそこそこ優秀で、逆境が発動すればパワー100になりますし、また弾道3ですが、プリヒッターがあるので、重い球相手でもアウトロー、フェン直は狙えるかなと思います。さらに、ムード丸がありますね。今回、野手で川星穂村、ムード丸持ちの選手がゼロになっているので、基本的にムード丸は1人でもいいんですが、今回、ムードバツド大梅という選手もコストゼロになっていまして、そちらの選手がサードがとても上手くて、またバッティングも悪くないため、その選手を入れる場合は、ムード丸がもう一人必要になってきます。なので、このアランとムード丸も、その場合は使えるようになってきます。さて、そんなアランが S ランクに届かなかった理由としては、フォトンブレイザーの球質が軽いことですね。振り遅れても、カーソルが合っていればホームラインになるというケースが多々あるため、パワーカーブをうまく混ぜながらフォトンブレイザーを使わないと打たれてしまいます。クイック F、こちらもあるので、盗塁もされやすいですし、勝利の星という金徳はあるんですが、こちら、ミートパワープラス5と、10上がればよかったんですけどね、5しか上がらないので、勝ち運とそこまで変わらないかなっていうところを見ると、勝利の星の金徳もちょっと弱いのかなとは思いますね。ただ、11というコストはかなりお得だと思いますし、また、大梅を入れる場合は、ムード丸ももう一人必要になってくるので、そうなった場合、アランをエースの2枚目としておくのはかなりおすすめです。次に紹介するのは大豪傑です。コストが12から今回11に下がっています。大豪傑は何といってもこのまっすぐの速さですね。170キロと伸び A があるので体感177、178キロぐらいあります。体感ですね。めちゃめちゃ速い。さらに重い球、威圧感もあるので、威圧感の発動は中継ぎ抑えでしか発動しませんが、その場合はさらに強いピッチャーになります。また、スタミナが S99 あるので、なかなかスタミナが減りません。また、打者としても、ミートが低いですが、パワー100あるので、頑張れば、どこでもホームラン打てます。さて、では大豪傑が惜しくも S に届かなかった理由ですが、とにかくこのコントロール F35 が弱点になってきます。内ピを出さないでかなり相手の打ちやすさが変わるので、ひたすら内ピを出してコースの際どいところに投げ続けないと
いけません。甘いところに行ってしまうと、やはりオリストではないため、少し打ちやすくなってしまいます。それでも早いんですけどね。なので、内ピを出す自信がある人は、第5決おすすめです。さて、どんどん行きましょう。次は、レーブカイです。レーブカイのオリジナル変化球ギャラクシーゼロはとても遅い球なので、タイミング合わせないと打つことは困難ですし、また驚異の切れ味から繰り出されるシュート6も強力です。さらに威圧感もあるので、中継ぎ抑えとして出しても強いですね。また野手能力もかなり強力で、パワーヒッター、プロヒッターと強振特具の2つありますし、パワー S95、ミート B75、こちらムード丸が乗ればお互い5上がるので、パワー100、ミート80、逆境乗ってしまえばもう最強バッターになります。さて、レーブカイの手表 S までいかなかった理由ですが、この回復 G ですね。コストゼロの投手、また使えるピッチャーがかなり少なくなった今、この回復 G という能力で、スタミナの回復が遅くなるというのは結構痛いです。なので、基本的には中継ぎ抑えで威圧感を発動していくというような使い方か、たまに先発で投げるのはいいですね。さて、次はコストがぐっと下がりまして、コスト4のレッドを紹介します。レッドはコスト4ながら高いスタミナと155キロ速いまっすぐですね。さらに伸び A があるので、まっすぐで押していきますし、重い球もあるので、相手はかなりまっすぐに対して差し込まれやすくなります。レッドは野手としても優秀で、アベレージヒッター、パワーヒッター両方持っているので、ミート打ち、強振打ち、どちらでも打つことができますし、パワーも85あるので、ムード丸乗ればパワー90、どこでも強振でホームラン打つことができます。さらに、走力も A なので、なんだったらダイソーとして使うこともできます。ここまでの能力をコスト4で持っているんですから、これは A にしても納得の強さだと思います。ただ S までいかなかったのは、変化球がどれも2なのと、タイプ A が乗っても変化量が4までしか上がらないので、変化球としては少し使うのは難しくなってくるかなとは思います。ただ、しっかり内皮を出していけば、基本まっすぐでご利用して、たまにフォークを投げてあげるとね、緩急もつきますんで、コスト4にしてはかなりコスパいいかなと思います。さあ、ここからの2名はコスト1の選手になります。まずは愛希ですね。151キロ、そこそこ速いまっすぐと重い球、そしてフォーク5があるので、まっすぐとフォークだけでまず投げ分けることができるので、この組み合わせがかなり強力ですね。それでいてコスト1なので、シンプルにコスト1の投手にしてはかなり使いやすいピッチャーかなと思います。で、愛希が A になった理由なんですけども、今回コスト0の投手が、ずっと言ってるんですけども、かなり少なくなったので、何かあった時に投げるピッチャーっていうのがね、かなり厳しくなってきたんですね。そんな時に愛希1人入れていると、とりあえず何かあったら愛希投げさせるかっていう、雑な役回りとしてのピッチャーとしてはコスト1でかなり強いかなと思うので、A にしてもいいのかなと思って今回 A にしました。ティア表 A ランク最後の選手は全財です。投手としては軽い球があり、桜吹雪は、そこそこ悪くない球ではあるんですが、スタミナが G なので、すぐ切れてしまいます。中継ぎなら1球でスタミナが減ります。投手としてはあまり評価していません。全財の魅力はこの走力 S90 にあります。盗塁 B と走塁 B もあるので、盗塁かなり決めやすいですし、バッターとしても使えないことはないですね。ポテンヒットは狙えるような能力はしています。で、今回火山院という最強のダイソーがコスト1から2に上がったので、ダイソーでコスト1となると野手含めてもこの全財が最強になるかなと思っています。なので今回 A に入れてます。さあ、いよいよ S ランクの選手、コスパ最強の選手たちを紹介していきます。この中からね、誰入れても強いんで、選手の特徴を見ながら自分に合った選手を入れてみてください。それでは紹介いきます。さて、一人目の紹介です。まずは明神です。明神といえば何といってもこのミオストレートですね。球質が重いのが特徴で、さらにまっすぐ、伸び A、ジャイロボール、球持ち緩急と、もう全部発動すれば180キロぐらいの球になるので、めちゃめちゃ速い上にミオストレート、重い球で、
もう振り遅れては大体アウトになります。はい。さらに、打者としても強力で、パワーヒッター、パワー S99。どこでも誰でも入りますし、走力も AI あるので、ダイソーとしてもなんだったら使えます。ただ、以前ほど最強ではなくなったかなと思います。もちろん能力はバケモンなんですけども、なんせコストが15あるので、コスト0の選手が少なくなった今、ある程度コストをいろんなところに分散しないといけないので、ピッチャーで15というのはかなり重くチームにのしかかってきます。ですので、明神を入れる場合はチーム編成を工夫する必要があります。あとは、明神、スタミナ切れでも実はミオストレート、結構球質が重いままなので、ナイプさえ出れば案外抑えることはできます。ピッチング自信ある人は、ぜひスタミナ切れの明神でも投げてみてください。さあ、次に紹介するのは雲海です。雲海もオリジナルストレートを持っており、このホワイトストームという球、特殊能力で重い球、投資もあってかなり重たいです。ミオストレートよりも重たいですね。ただ、球速に関しては、速いのは速いんですけども、さすがに明神よりは劣るので、多少明神よりはタイミングは合わされるかなと思います。また、野手能力も悪くなく、アベレージヒッター流し打ちがあるので、ミート打ちで打ちやすいほか、広角打法もあるので、強振打ちで相手の守備シフトが定位置などの場合は、外野の頭を越える打球を打つこともできます。雲海を手足を S にした理由ですが、このホワイトストームがとにかく重たいので、スタミナが切れても重さを継続してくれます。明神と同じく内ピン自信がある人は投げ続けても全然抑えきれますし、また明神と違いコストが13なので、この2の差をコスト0の選手が少なくなってしまったので、ダイソーであったりとか守備固めの選手を入れられるということが、とにかくコスパ最強かなと思い、今回 S にしました。次に紹介するのは騎馬です。騎馬は雲海と同じくコスト13ですが、この爆速ストレート、オリジナルストレートですが、球が浮き上がります。しかもこのゲームトップクラスに浮き上がります。なので、低めのボールからストライクに投げる爆速ストレートは、ストライクボールの見極めが難しく、かなり強力な球となっています。野手能力については、他のエース級のピッチャーと比べるとやや見劣りします。チャンス A パワーヒッターはありますが、そもそもそのパワーが70なので、好調以上でないとホームラン打つのは難しいかなと思います。この騎馬という投手は、前回コスト14だったんですけども、今回13に1下がり、そして他のエース級のピッチャーと違うのは、フォークがあることで、まっすぐ爆速ストレートとたまにフォークを投げてあげると緩急を取ることもできます。明神にもチェンジアップはあるんですけども、あちらは狙われると結構打たれやすかったりするんですけど、こちらのフォークはストライクボールに球が落ちていくので、ストライクボールの見極めもしなくてはなりません。なので変化球の構成としては、この騎馬が特に S ランクの中でも一歩抜けているかなと思います。ただこの爆速ストレートという球質も結構重くて使いやすいんですが、スタミナがなくなってくると球が浮かなくなるので、オリジナルストレートとしてはちょっと球が軽くなってしまいます。いや、だいぶ軽くなってしまいます。なので、スタミナが切れてくると、明神や雲海の方が抑えやすくなってきます。ということで、騎馬を入れる際は、エース級をもう1枚入れるのがおすすめです。さて、最後に紹介するのは、ロディです。なんとコスト2の投手がここで S ランク入ってきました。投手としては、まずの能力で、151キロの伸び B、H シュートドロップカーブは、使いやすさはあるので、投手としてはコスト1ぐらいの能力はあるんじゃないかなと思います。ただロディはこの野手能力ですね。パワーヒッター83、そして逆境があるので、ムード丸逆境乗ってしまえば、パワー100、そしてミートも A まで行きます。チャンス B もありますしね。なので、ミートパワーが高い最強のパワーヒッターになります。どこでも入ります。そして走力もあるので、ダイソーもいけたりします。これがコスト2です。今回ロディを S 評価にした理由ですが、もう今回散々言ってる通り、投手のコスト0がかなり減って、しかも使えるピッチャーほとんどいないので、ロディのような雑に使えるピッチャー、抑えれるので、コスト2にしてはかなり強力なのと、野手、パワーヒッター、
逆境を持った最強の代打として使えるので、コスト2でこのロディが使えるというのはかなりお得かなと思います。僕は今回の動画でこのロディが一番おすすめなので、入れて後悔はしません。最強のコスパです。さて、全選手紹介し終わりました。今回投手編として手表を作りましたが、次回野手編も作りますので、そちらも動画出ましたらぜひご視聴よろしくお願いします。またこの動画少しでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録、また X 過去 Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。今後も WBC パワープロの攻略情報、またライブ配信もどんどんしていきますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。